愛機海岸やかましいぞ。後ろでスタッフが大変受けております。よかったですね。ありがとうございます。山に行ってらっしゃったそうで、はい、自分の未熟さをはい反省し、はい。修行してまいりました。それで愛機海岸。海に行ってたと思いました。今日のテーマ、早速先にテーマの方を発表したいと思います。今はこちらです。半身半立ち正面打ち一挙ですね。先生、実はカナダの方からはるばるちょっとメールをいただきまして、はい、半身半立ち正面打ち一挙をちょっとやってほしいという。あと、こちら受けの方もちょっと難しいということで、受けのやり方を知りたいということもあったので、その辺も踏まえて今回はお答えしていきたいなと思います。はい、ということで、早速ですが、日本動画の方からご覧ください。どうぞ。池谷バージョン。はい、半身半立ち正面打ち一挙ですね。どこから話していいかわかりませんけど、まず学生時代に道場長に質問したのに対して、表裏を言われないので、うちの場合ですね。表裏、なぜ言われないのかって、審査の時に言わないのかをお尋ねしたら、表とも裏ともつかない動きになるので自分は言わないんだって。この状態で、とりあえず、前には慎重さがありすぎると。で、裏をされる先生もいらっしゃるので、体を開いて、ともかくなんですけども、こちらにずれる。座り技一挙の時にちょっと、少し説明したかもしれませんけども、通常一足一刀の間合いですね。少し出して十分届くと。この一足一刀の間合いの時には、もう一回。ここで、こちら側からすでに出ますよと。ところが、これより間合いが近くなると、もう相手は振りかぶりません。一足一刀の間合いより近い間合いに入った場合には、相手はもう振りかぶることなく喉をついてくる。はい、喉をついてくるので、こちらはさすがにもういいですよ。自分のスピードでいいです。これ、間に合わない。はい。なので、こちらに出ていくことになりますよっていうのがあるんですけど、この出方ですね。雨半立ちで、立ってでいいですよ。ここになりますね。こちらの足から出ていくことになって、前にあんまり出ていかないので、表とも言いにくいんだよねって言われたので、一応表とも裏ともつかない動きということで自分は理解しています。で、あと重なるんですけど、小柄な方が大きい方とどうやったらいいかっていう質問をお受けするんですけど、要するにこの身長差の問題が出てくる。これをどう解消するかということだと思うんですけど、いろいろあると思うんですけども、私指導しているのは大体2パターン。一つは、低い相手に対して相手が攻撃をしてくるということで、相手の重心が前のめりにかなりなってきています。この状態でこれを押し戻してしまうと相手安定するわけですから、低くなってきた重心をずらしてあげる。怖いものですから、どうしても立ち上がって押し返そうとするんですけど、押し返そうとすれば大きい人はより安定して強くなりますので、この前に出てきている重心をより低くしておいて横にずらしてあげるっていうのが一つのやり方だと思います。もう一つは、呼吸力、ある程度相手の攻撃に潰されないだけの呼吸力がついてきた。相手の突進してくる力をそのまんまそこに運んであげる。この手をどうしても押し返そうとするんですけど、先生の表現、自分が習った表現であれば、接点を運ぶ。この接点を運んであげることで、相手がこの開けた空間に入ってくる。ちょっとこれなかなかわかりにくいかと思うんですけど、ちょっとしっかりガーッと押しつぶしに来てください。とりあえず押しつぶされないだけの呼吸力があると。でもこれを押し返しに行こうとか、それをなんとかっていうとこういう状態になってしまいます。今みたいに。なので、この接点そのものを運んであげる。
そうするとこの状態。あとは受け身の人が受け身の体勢としてここに倒れますよという状態ですね。相手の、打った格好でいいですかね。近づいてきている重心を前に、例によって支えの効かないところに落としてあげる。もしくは、自分が開けて、ここはどちらにしても共通なんですけども、相手をここに入れられるようにする。ですね。ちょっと軽めで結構ですけど、相手を前に落としてあげる。相手の通り道を開けてあげる。と、いいんじゃないかなと思うんですよ。受け身に関してなんですけども、これ別にやれとは言いませんけども、昔私とか私らへん、仲が良かったのはみんなこういう受け身の練習とか、池谷さんにもだいぶしてもらってますけど、ね、ここでスッという受け身が取れる。受け身としては楽しいですね。そう大事なことです。あれに平気でここまで近づいてくる方いらっしゃるんですけど、そうですね、今お手が出てますけど、ここまで踏み込んだら金的狙うとか足崩せば良くなってくるので、打つ方もやっぱりいわゆるまさかいを超えるあたり、このあたりでギリギリですよね。届くと自分が届くということは相手も届くので、そこめがけて打っていく。で今持ち上げてくれたんでありがとうございます。これは先ほど説明した横に連れていく。つまりこういう状態ですので、私の重心こっちにやられると弱い。でも怖いものだから反射的に押し返してくれるんですけど、押し返してくれると安定するので、前のめりになって重心が移動してきてます。この移動してきているやつをそちらにずらしていただけると支えがなくなって倒れると。でただ受け身があまりこれだとかっこよくないので、さっき言ったこの呼吸力、この接点を作ると同時にそこを押し返さない、ずらすだけです。ずらしていく、そうしたらそこに受け身が取れる。これを押し返してくれると、私はむしろ安定に向かうわけですよね。これが下に行けば、極端に下に行けば行くほど私は下っていうのはそれを押し返しになっている。下に行けば行くほど不安定になる。ただ、下に行っちゃうと衝突するので、ずれなきゃいけない。そうです。その足がなくなる。その空間ができます。OK です。その空間にスーッと受け身が入っていると、ちょっと塩分っぽくなってしまいますかね。やりすぎると塩分っぽくなってしまいますけど、ここで接点ずらす。そしてこの空間を上げてくれる。受け身の方としては、その空間にスッと入ってくるといいかなと思います。ちょっと取り留めのない説明で申し訳ありません。以上です。半身半立ち正面打ち一挙をやってきましたが、久しぶりの受け入れいかがでしたか？難しかったです。はい。いや、私やりやすかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。先生フォローされてます。それやっぱり身長差とか体格差とか、そういうのは当然ありますので、無差別級というかですね。そうですね。武道はそうですからね。それなりにちょっといろいろ工夫したりとか、体格に合ったものを少し研究されてもいいかなとは思いますので、はい。またちょっとコメントの方にも随時お答えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今回の動画はこちらで終わりたいと思います。動画が良かったと思ったら、いいねボタン、それからチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次回、ありがとうございました。